Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold of me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so pull me towards you and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Want you to hold me, though we haven't spoken. I need that something to get me to open. You are only a shot away from me to be my everything. Cause you are only a shot away from me to be my everything. You are only a shot away from me to be my everything. Cause you are only a shot away from me to be my everything. Shot away. 改めましてこんにちは、ポチトラベルのみほです。突然ですが皆さん、ここでクイズです。北海道の住みやすい街ランキング2024で帯広市は第何位だったと思いますか？ 3 秒でお答えください。3、2、1。そうなんです。帯広市は住みやすい街ランキング2024で4年連続北海道の第1位に輝いた街なのです。もちろん住むだけじゃなく観光でも見どころがたくさんあります。豚丼をはじめとする広大な大地が育んだグルメやスイーツ。世界で2つしかないと言われるモール温泉。世界で唯一の万栄競馬。前置きはいいから早く穴場のグルメと観光地を教えろって？わかりました。早速本題に入りましょう。もちろん観光情報もぎゅっと詰め込んでいますが、今回はスウェーデンのブランドガストン・ルーガー様からご連絡をいただき実現したタイアップの動画でもあります。この動画を見てくれた人限定で旅行にぴったりなおしゃれで便利なカバンが 15% オフで買えてしまうお得なクーポンコードもありますので、気になった方はぜひ動画の概要欄をご覧ください。それでは行ってみましょう。観光の始まりは帯広駅から。札幌から電車で約2時間。帯広駅から旅のスタートです。帯広駅構内には小麦王国の帯広を象徴するマスヤパンや代表的スイーツのクランベリー、さらには豚丼の豚ハゲなど帯広の王道グルメが揃っています。時間のない人は帯広駅で有名グルメを食べるのもおすすめですよ。さて、帯広観光は車がなくても楽しめますが、車があればもちろんもっと便利です。飛行機で行くから車なんてないよって？安心してください。そんなあなたに朗報です。カーシェアを利用しましょう。カーシェアって何？レンタカーと何が違うの？カーシェアは対面の手続きが不要だから、ステーションに着いたらスマホで一瞬にして車に乗れるのが特徴です。レンタカーは混んでいる時期だと手続きだけでも数十分かかってしまうことがあります。限られた時間を有効的に使うためにカーシェアは悪くない選択肢ですね。さて、最初に向かうのは王道の豚丼ではなく、隠れた絶品 B 級グルメです。これを知っていたらあなたも帯広通？絶品の帯広 B 級グルメとは皆さん知っていましたか？帯広の名物グルメとしては豚丼やインディアンカレーが有名ですが、ご当地 B 級グルメの絶品料理もあったのです。それがこちら、中華ちらし。中華ちらしって何？中華ちらしは秘密の県民賞でもオンエアされ話題となったおすすめグルメです。いろいろな具材を炒めて味付けしたご飯に乗せた激うま帯広飯なんですよ。ちなみにちらしと名前はつきますが、ちらし寿司とは全く関係がありません。中華ちらしを提供するお店はいくつかありますが、
元祖と言われるのがこちらの味福さんです。土日や祝日は結構な行列ができているので、時間には余裕を持って向かいましょう。麺類や他のご飯物もあって、どれも美味しそうですね。でも、もちろん私は元祖中華ちらしを注文しました。テイクアウトもできるので、欲張りさんなそこのあなたは、持ち帰って宿泊先のホテルでいろいろなメニューを食べるのもいいでしょう。お店の中はどこか懐かしい、落ち着いた雰囲気です。そうこうしているうちに到着しました。中華ちらし。早速いただきましょう。おー、野菜がシャキシャキ、エビはプリップリで美味しい。具には卵、白菜、もやし、人参、インゲン、紅生姜、玉ねぎ、きくらげ、エビ、かまぼこなどが入っていたでしょうか。味付けも薄すぎず濃すぎずちょうど良い。炒め具合が絶妙で、さすがプロの仕事です。お肉は入っていないけど、野菜がメインでこれだけ美味しくできるものかと感心してしまいました。ちなみに天津丼も食べましたが、こちらもトロトロのあんが絶品でとっても美味しかったですよ。いかがでしたか？豚丼やカレーに夢中でついつい行き忘れてしまう B 級グルメの中華ちらし。ぜひ行ってみてくださいね。さて次は日本一の広さを誇るあの人気パン屋さんを紹介の前に、美穂さんはまだ食事中のようなので、その間に旅行にぴったりな素敵なバックパックをご提供いただいたガストンルーガさんの紹介をしていきましょう。ガストンルーガはスウェーデン初のバックパックブランド。インスタグラムではフォロワーが30万人以上、SNS で話題のブランドです。ファッションのために動物を犠牲にすべきではないという動物愛護の理念のもと、バックパックには動物性素材を一切使用していません。私も動物が大好きなので、とっても共感ができます。実はピョン吉というチワワを飼っています。皆さんは動物が好きですか？ぜひコメントで教えてください。おっと、話がそれました。また、ガストンルーガは DMF という体に害のある物質を使わないといったようなバックパックの使用者だけではなく、工場生産者や環境にもしっかり配慮もあり、北欧ブランドならではのこだわりが垣間見える会社です。さて、そんなガストンルーガさんから今回ご提供いただいたスプラッシュ 2.0 というバックパックの特徴3選を見ていきましょう。その1、防水機能。スプラッシュ 2.0 は防水性があるから旅行中に急な雨が降ってきても大切な中身を保護できます。また、ノートパソコンも入ってしまう収納力がありながら荷物の容量に合わせて外観を調整できるという便利さも兼ね備えています。その2、通気性。水性ポリウレタンという素材を使用。廃棄される時にも通常の素材より早く分解されるという環境にも配慮した考え方です。なんとも北欧らしい素晴らしい理念ですね。また、背中に当たる部分が通気性の良いメッシュ素材になっています。その3、利便性。バックパックの内側は2つに仕切られています。ノートパソコンも入るような大きさですが、嬉しいことに間仕切り部分にクッションが入っています。そのため、大切な PC も保護できますね。サイドポケットも便利で、大きめの iPhone もしっかりと収納できます。今回私はこのバックパック一つで帯広旅行に行きました。荷物もたくさん入るけど、可愛くて触り心地もよく快適に旅ができましたよ。今回はこの動画を見てくれた人限定でガストンルーガの公式サイトのお値段から 15% オフになるクーポンをプレゼントです。クーポンコードはポチです。ぜひ概要欄からガストンルーガさんのサイトをチェックしてね。敷地面積日本一？十勝産小麦 100% のパン屋さん。帯広市稲田地区にあるこちらの麦音さん。その名の通り、麦の音が聞こえるパン屋さんなのです。単独ベーカリーとして日本一の敷地面積を誇り、すべてのパンに 100%
十勝産小麦を使用しています。ここでの過ごし方2選と人気パンランキングをお伝えしましょう。麦音の楽しみ方その1、オープンキッチンの焼きたてパンを食べよう。せっかくパン屋さんに行っても全然在庫がない。そんな経験ありますよね。麦音さんならそんな心配無用。常時100種類以上の焼きたてパンがお出迎え。パンができていく様子を楽しんだり、スタッフさんに直接話を聞くこともできます。この日は私もいろいろと裏話を聞けましたよ。裏話ってなーに？この動画が100いいねを超えたら公開するかもしれません。聞きたいと思ったそこのあなたは今すぐいいねボタンを3回押してください。ここで人気パンランキングトップ3をお伝えします。第3位、十勝牛カレーパン。なんとこちらのパン、日本カレーパングランプリ2020で金賞を受賞したとてつもないパンなんです。隣町の目室町で生産されている未来目室牛を使用し、ビーフ特有のコクが深く、次から次へと旨味の食感が押し寄せてくる感じです。十勝産小麦 100% のもっちり感が相まって絶品です。また冷めても楽しんでもらえるようにと衣にコーンフレークを使用しているというこだわりっぷり。帯広に行く予定だったけど食べるのを忘れるところだったって？役に立ったって思った人は今後もこのような見逃すと損する情報を提供していきますので、今すぐチャンネル登録ボタンを3回押してください。第2位、ねじりドーナツ。焼きたてパンや作りたてのサンドイッチ。どれも美味しいですが、特にドーナツの出来たては格別です。こちらも十勝産小麦で作るねじりドーナツは不動のベストセラー。そしてこちらもお得情報です。毎月8日は通常160円のところ108円でねじりドーナツが買えちゃいます。運よく8日に帯広に行く人は必ず買いましょう。第1位、とろーりチーズパン。こちらはバケットにジャパンチーズアワード2024で金賞を受賞したチーズや様々なチーズソースを合わせたチーズ感限界突破の一押し商品です。チーズ好きの人は絶対に食べてほしいです。まあ私もチーズ好きなんですが、とろーりチーズパンはレジでオーダーすると焼きたてを用意してくれるので、せっかくなら熱々で食べるのがおすすめです。麦音の楽しみ方その2、広大なスペースでピクニック気分。1万1000平方メートルの広大な土地には、麦音自慢の広い庭と小麦畑があります。小麦畑の春豊か、夢力などは、地元高校生らと一緒に種から育て、収穫しているそうです。季節によって様々な表情を見せる庭からはいつも楽しそうな声が聞こえてきますよ。ここで散歩したり、外のテーブルでパンを食べたり、森のステージでは様々なイベントが行われているので、ゆっくり楽しむのもいいでしょう。定休日なしで毎朝6時55分から16時まで営業しているという気合も私は大好きなお店です。さて次はシマエナガの聖地とも言われるとあるスポットへ向かいましょう。あなたもシマエナガに会える？魅力がいっぱいの神社とは？訪れたのは1万坪の広大な敷地があることで有名な帯広神社です。ここでやるべきことを3つお伝えします。帯広神社でやるべきことその1、花手水を体験しよう。全国ランキングでも6位に選ばれた帯広神社の花手水は年に6回だけの期間限定開催となっています。あらかじめ知っていないとついつい見逃してしまいそうですね。
これから帯広旅行を検討している人は、ぜひ開催期間をチェックしましょう。概要欄に URL を載せておきますね。花ちょうずって何？神社やお寺で参拝をするとき、ひしゃくで水をすくって身と心を清める場所を手水舎と言います。その手水舎の手水鉢に花を浮かべたものが花手水と呼ばれています。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、手を洗うのを控えられるようになった神社やお寺で、参拝者の心を和ませるために、手水鉢に花を飾るようになったのが一つのきっかけとも言われています。帯広神社でやるべきことその2、シマエナガを探してみよう。雪の妖精シマエナガが遊びにやってくる神社として知られる帯広神社。たびたびシマエナガの本や雑誌、野鳥愛好家の解放などでも紹介され、いつしか帯広神社はシマエナガの聖地、シマエナガの神社として知られるようになりました。あなたもシマエナガを探してみては？帯広神社でやるべきことその3、緑の池を見学。帯広神社の上池は夏に浮草が発生し、鮮やかな緑色に包まれ、緑の池、抹茶の池とも呼ばれています。とっても神秘的ですね。よく芝生と間違え、お子さんや愛犬が池に落ちることもあるようなので、注意しましょう。次は意外と知られていない動物と触れ合えるユニークなスポットをご紹介です。到着しました。十勝ヌップクガーデン。十勝ヌップクガーデンは約4ヘクタールの広大な手作り庭園です。うさぎさんやポニーと触れ合うことができたり、美味しいステーキをいただくこともできます。ここでもやるべきこと3選をお伝えします。十勝ヌップクガーデンでやるべきことその1、動物たちと触れ合おう。ここでは可愛いうさぎさんやポニーと触れ合うことができます。特に子うさぎがとっても可愛かったです。うさぎさんの餌は100円でたくさん入っているのが良心的。餌をあげるとたくさんのうさぎさんが近くに寄ってきますよ。他のお客さんからはあまりのうさぎさんの可愛さにここにいるだけで2時間過ぎちゃったという声が聞こえてきました。時間の管理には気をつけましょう。十勝ヌップクガーデンでやるべきことその2、雄大な庭園を散歩。十勝ヌップクガーデンには約4ヘクタールの広大な手作り庭園があります。和風庭園から洋風庭園、自然林などがあり、運が良ければ可愛いリスさんに出会うこともあります。湧き水の流れる川は心地よい音色を奏で、池ではニジマスやイトウ、ニシキゴイが悠々と泳ぐ姿を見ることができます。展望台からはガーデンを見渡すことができます。メンテナンスがとっても綺麗にされており、綺麗でした。十勝ヌップクガーデンでやるべきことその3、十勝ヌップク和牛を堪能。ここでは十勝産和牛の最高級ブランドヌップク和牛をいただくことができます。窓から四季折々の景色を眺めながら食事を楽しんではいかがでしょうか。一部メニューを紹介します。サイコロステーキ定食、ハンバーガー、ヌップク牛丼。どれも美味しそうですね。次は温泉街にあるとある隠れグルメを食べましょう。ホテルの駐車場にまさかの名店が絶品つけ麺。帯広にはグルメや観光名所だけではなく温泉もあります。世界でも2つしかないと言われるとっても珍しいモール温泉。それが十勝川温泉です。そんな十勝川温泉の老舗ホテルである笹井ホテルさんの駐車場に知る人ぞ知る隠れた名店の田楽さんがあります。十勝の素材を使用し、麺にこだわり、肉にこだわり、スープにこだわったラーメン屋さんです。帯広駅から離れた場所にあり、隠れグルメとして有名でしたが、最近では YouTube で紹介する人も増え、今では大混雑しています。私も2時間ほど待ちました。
車で待てるので、皆さん駐車場でゆっくり待っていましたよ。待っている間、笹井ホテルさんの日帰り温泉に入ったらいいんじゃない？いや、こてつくん、どんだけ人でなし？いや、犬でなしなのさ。さてさて、なんだ、ラーメン屋さんかと思ったそこのあなた。このお店の名物メニューを見てください。それがこちらの厚麺。通常のつけ麺とは違い、コンロの上のグツグツスープ鍋。別皿で麺、具材が提供されます。この時点でテンション上がりますね。麺を鍋にダイブして野菜と一緒にいただきます。熱々なのでフーフーしながら食べましょう。麺はもちもちの食感、脂身の多い炙りチャーシューも柔らかくて美味しい。ぐつぐつ温める方式なので、最後まで温かくいただけるのがもう最高です。麺も自分で好きな分量を鍋に入れて食べることができるのがいいですね。麺を食べ終えたら試合終了ではありません。自分で作る締めの雑炊をぜひご賞味ください。比較のため通常のつけ麺も注文です。こちらも美味しい。スープと麺の絡みを重視する人はつけ麺もいいチョイスです。美味しくあっという間に食べてしまうので、熱麺じゃなくても温かいうちに食べられてしまいますね。